どうもこんにちは、くまです。37歳2児の父。平日は本気で働き、週末はとことん楽しむ週末 Vlog。今回のテーマは猛暑の6月、那須高原で車中泊、レシピやチャット GPT に丸投げ。今回向かったキャンプ場は栃木県那須にあるアビルキャンプリゾート。インターから10分、スマートインターからなら5分の好立地キャンプ場です。今年の6月はすでに猛暑。千葉でのキャンプは断念しました。千葉と那須高原の日中の気温差はそこまでありませんが、夜の気温差は6度ほど低いため、夏キャンプにはよくある寝苦しさが全くありません。ただいくら涼しいって言ってもやっぱ日中は暑いです。キャンプで汗だくになるのはテント設営なので、テント泊をやめてハイエースで車中泊にしました。タープと車中泊で設営時間を大幅短縮です。月1ぐらいでキャンプしてるとだんだん悩ましくなってくるのがレシピ。今回のメインはタンドリーチキン。それ以外のおつまみメニューをチャット GPT にまるっと相談しました。買い出しリストまでまとめてくれるからほんと助かってます。めちゃめちゃ便利です。そんな感じで今回もキャンプを思いっきり楽しんでいきたいと思います。そんな週末を全力で楽しむ週末 Vlog を投稿しているくまです。気が向いたらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは今回も張り切って参りましょう。よろしくお願いします。キャンプ場近くのスーパーでちゃちゃっと買い出しをして昼過ぎにキャンプ地に到着。今回はアーリーチェックインでちょっと早めにチェックインできました。今回のサイトは魚座。木陰があって小川があって雰囲気はもう抜群です。もうね、自然の BGM が最高。早速設営をスタート。まずはタープから。使ってるのは天幕デザインのやつで、片側はハイエースのルーフレールに引っ掛けて、反対側280センチのポールでビシッと張りました。いや、足元のカーラチップがなんかめちゃめちゃいい雰囲気で、初めてかな、カーラチップのキャンプ場はすごく雰囲気が良かったです。妻には椅子の組み立てを担当してもらいました。いや、それにしてもめちゃめちゃいい天気。日向は暑いけど木陰に入ると避暑地っていうぐらい涼しい。とはいえやっぱり汗はかきます。早くお酒飲みたい、乾杯したいっていう気持ちをぐっとこらえて設営頑張りました。設営はおおよそ1時間で完了。テントを張らない分30分ぐらいは時間節約できたかな。大判のタープだから余裕のスペース。ポットは今回は荷物置きにチェンジしてます。そして今回の新兵器、コストコで買ったソーラーパネル。両面で 160W のタイプ。今の発電量は 100W 前後。日中はバッテリーを使わずにいけそう。そして今回の我が家のテント代わり、ハイエースの車内です。ナローサイズのハイエースなんで広くはないけど、シングルマット2枚がベッドキットにフィットしてます。さすがに大人2人プラス中学生プラス園児は無理なんで、長男はベッドの下に寝てもらうスタイルです。設営が終わったらやっぱこれでしょう、乾杯。遠征キャンプで何よりも大事なのはその土地の地ビールなんです。今回チョイスしたのは栃木の那須ですな。名前のゆるさに反して1本900円という高級クラフトビール。でもね、この1杯のために平日めちゃくちゃ働いてるんです。汗水垂らして夜は編集してようやくたどり着いたこの瞬間、プシュッと開けた音と同時に全身がお疲れって言ってくる。五臓六腑にじんわり染み当たる幸せ。来てよかったなってまずここで実感します。もちろん地ビールだけじゃ終わりません。忘れちゃいけないのが地酒。しっかりとゲットしてきました。今回選んだのは栃木県の天高酒造が作る特別本醸造の木酒天香酒。これがまた瓶詰めまで一切火入れなしのフレッシュタイプで、香りもすっきり華やか。飲んだ瞬間にうまって声が出ちゃうやつ。冷やでキリッといくと刺身との相性がとんでもない。今回のおつまみにベストマッチ。まさに栃木の底力ってやつですね。ただし日本酒って気づくともう酔っ払ってるみたいな罠があるので、ちゃんとチェイサーも用意しています。僕の定番アンテナ緑茶杯、これがないと始まりません。スタンレーのボトルに緑茶と焼酎であらかじめ仕込んでおくってのがポイント。完璧な割合の緑茶杯がすぐ飲めるって地味にありがたいし、結果的に飲みすぎ防止にもなるんですよ。いや本当、この準備力、のんべえの知恵って感じでしょ。さてここからはチャット GPT の出番です。今回リクエストしたのはさっぱり系のおつまみ。出てきたのがこちら、焼きピーマンのナンプラー和え。正直ちょっと意外な組み合わせだったんですけど、やってみたらめちゃめちゃありでした。まずはマルチグリルでピーマンをそのまま焼きます。もうね、包丁なんて使いません。手で裂くだけ。このざっくり感がまたキャンプっぽくていいんですよね。焦げ目がついたら味付けタイム。レモン汁をさっとかけてナンプラーを垂らし、そこに塩と胡椒で調整してざっくり混ぜたらはい完成です。ピーマンの甘さとナンプラーのうまみ、そしてレモンの酸味が絶妙に絡んで、これがまたお酒に合うんです。大人向けの簡単だけど奥深い一品でした。
そして地元のスーパーで割引だったウインナーも焼いていくよ。ウインナーって意外と油がきついよね。30代後半の胃袋にはちょっときつい。輪切りにして少しでもヘルシーに食べていきます。キャンプ場で一番怖いのはそうお酒がない問題。でもこのキャンプ場売店がめっちゃ充実しててありがたい。ちょっとスッキリしたくて今回はチューハイで一息。しみるわ。さあ次はまたまたチャット GPT に頼ったレシピ、その名もアヒージョ風きのこ缶つまみ。やることはめちゃめちゃシンプル。マッシュルームの缶詰をシェラカップにドン、そこにオリーブオイルを適当にタラッと入れて、そして鷹の爪ちょっとだけ辛みをプラスします。で本来ならここでニンニクチューブ投入なんだけど、まさかの忘れた。やっちまった。なので代打合図の素、うまみ成分イコール正義ってことで今回はこれで帳尻合わせ。火にかけるだけでいい香りがしてきます。オイルがじゅわっと煮立ってきたらもう完成。酒飲みにはたまらんやつです。そしてファミリーキャンプで地味に悩むのが子供たちのご飯問題。今回はうちの娘が大好きなうどんをひき肉味噌アレンジで攻めてみました。作り方は超シンプル。まずひき肉を炒めて塩コショウで下味をつけます。でここで登場するのが愛知県民の心、味噌チューブ。チューッと絞って混ぜるだけ。甘めの味付けだから小さい子供でもパクパクいけちゃう。大人はちょっと七味入れてありかもしれないです。流水麺を水でほぐしてあっという間に完成。ご飯問題あっさり解決でした。続いては妻のリクエストタンドリーチキン。前日の夜に仕込んでおいたので焼くだけで OK。 カレー粉&ヨーグルトの簡単レシピです。味が濃い食べ物ってやっぱりお酒に合うんでキャンプにはぴったりでした。美味しく焼けました。キャンプを始めて7年、久々にメインランタンの買い替え。カーゴコンテナのサウンドライトプロってやつです。ここからは酔っ払ったクマの商品レビューです。細かいミスはテロップで補足していきます。主電源は入れないと Bluetooth 繋がんないんじゃないって思ってるの。繋がるわ。この2万円のランタンつけてみたいと思います。いくよいくよ。これ言ってますよ。これ 100% じゃないからね。香料的には 50%。 でこれ開けたらじゃあどうなんのよっていうところで、このランタン球面ライトです。で今これはリフレクターがついてこれ明るい光になってますけど、これマックスまで上げますよ。明るい。ママ見て、ママ見て。最高。日が落ちてきてランタンの明るさをチェックしました。これがねめちゃめちゃ明るい。自分はあんまり焚き火が好きじゃないキャンパーなんですけど、今日は久々に焚き火もしました。ちょっと肌寒くなってきたんでちょうど良かったです。そしてこちらのキャンプ場手持ち花火 OK なんです。エリア分けされてるんで他のサイトに煙が行くこともなくて安心です。今回の撮影はインスタ360フロー2プロと iPhone15 Pro Max。 スマホだけでこのクオリティちょっと感動しません？軽くてコンパクトなのに映像はバッチリ。ファミリーでのお出かけ撮影これ一つで完結します。サイトの横に流れる小川のせせらぎがめちゃめちゃ心地いいです。川の流れがあるからさ、他の人の声の聞こえないのもいいよね。それか喋ってないのかどっちか。楽しくお酒を飲んでいたら急にバランスを崩してそのまま転倒。何事かと思ったらずっと使っていたヘリノックスのフレームが折れてました。体重83キロが耐えられなかったのか、それとも単なる経年劣化なのか、原因はよく分かりませんが5年近く使ってきた相棒には感謝です。ひとまず修理には出すとして、ダイエットはまあぼちぼち考えます。おはようございます。いやよく寝ました。まずは一服してコーヒーを一杯。五徳のプレートを忘れたけどまあ細かいことは気にしない。それにしてもキャンプ場のコーヒーってなんでこんなにうまいんだろうね。めちゃめちゃ染みます。朝ごはんはホットケーキ。キャンプで作るのは人生初でしたが意外と簡単ですごく良かったです。ただね洗い物がちょっとめんどくさい。なんかいい方法あったらぜひ教えてください。最後にキャンプ場をざっくりと紹介していきます。まずカート、レンタルもあるけどなんと販売もしててお値段はだいたい35万くらい。なかなか本格派です。トイレはめちゃめちゃ綺麗。 OSB 合板でしっかりと仕上げてあっておしゃれ感もあります。コインシャワーも清潔で安心。炊事場も広くて使いやすい印象でした。排捨て場も何箇所かあって片付けが楽なのも地味に嬉しいポイントです。で何より最高だったのがこのプール。水がバシャーと出てきてうちの子たちテンションマックス。しかも無料。マジで最高です。さらにアスレチックも充実しててターザンロープとかガチめのコースとかもあって大人も思いっきり楽しめました。
いやー、久々のタータンロープ、ちょっとビビったけどめちゃめちゃ楽しかったです。さて片付けをしていきましょう。今回はテント張っていないんで結構楽でした。小物は全部大きめのケースにまとめてるんで、タープの下でどんどん詰め込んで、あとは車まで運ぶだけってスタイルで撤収をしました。全部でだいたい1時間ぐらいですかね。いつもよりかなり早く終わりました。いやー、車中泊ってやっぱ撤収が楽でいいですよね。小川のせせらぎに癒されて本当に気持ちのいいキャンプでした。チェックアウトの時もサイドの忘れ物がないかスタッフさんがちゃんと確認してくれて、最後まで本当に気持ちのいい対応、完璧なキャンプ場でした。また来年も来たいですね。そんな最高の週末を終えて今日も現場に向かっています。キャンプも仕事も前日の準備が一番大事。それじゃ今日も一日ご安全に。